こんにちは。今回はポーチの編み方を紹介します。極太のアクリル糸を7号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み15目を編みます。鎖編みはここから15目の鎖編みを編みます。鎖編み15目を編みました。最初は1目立ち上がりの鎖編みを編みます。立ち上がりの鎖編み1目を編んだら、その根元の鎖編みの上1本の糸だけを拾って細編みを編みます。細編みが1目できました。ここにマーカーをつけておきます。次も鎖編みの上1本を拾って細編みを編みます。鎖の目の上の1本だけを拾って細編みを編んでいきます。そしてここが一番最初の細編みの頭にマーカーです。このまま細編みを編んでいきます。ここまで細編みを編みます。次はこちら側の最後の目です。最後の目は上1本ではなく上の2本を拾って細編みを編みます。1本ではなく上の2本を拾って細編みを編みます。これでこちら側がすべて編めました。次は反対側を編みます。鎖編みの反対側に細編みを編んでいきます。今編んだこの目には編まずに、その次の目を拾って細編みを編みます。ここです。ここに細編みです。反対側は上1本ではなく残っている2本の糸を拾って編みます。次のところです。ここに2本の糸を拾って細編みを編んでいきます。端の目は1目だけ細編みを編みましたが、次からは上の部分と下の部分の1目ずつ細編みを編んでいきます。糸端を編み込みながら、今細編みを編んだその次のここの2本の糸を拾って細編みを編みます。次も2本の糸を拾いながら細編みを編んでいきます。反対側の細編みの目が入っているこの部分に針を入れて細編みを編んでいきます。糸端を編み込みながらここまで細編みを編みます。ここまで細編みを編んできました。ここが最初の細編みのところです。立ち上がりの鎖編み、そしてここが細編みの編んだ最初の目です。そして次に編むのはここです。
ここが最後のところになります。2本の糸を拾って細編みを編みます。これで一周ぐるっと細編みを編んできました。次は最初に編んだ細編みのところに引き抜き編みをします。マーカーをつけたところが最初の細編みの頭です。立ち上がりの鎖編み、その隣が最初に編んだ細編みの頭です。ここに引き抜き編みをします。糸を少し引き絞って目を小さくしてください。これで1段目ができました。マーカーをつけておきます。次の2段目を編むところは、一つ手前に、ここが細編みの頭のところです。引き抜き編みをした目のところではなく、その一つ手前が最後の細編みです。次に立ち上がりの鎖編み1目を編んで、2段目を編みます。2段目は、細編みの頭2本を拾うのではなく、筋編みにしますから、細編みの頭の上1本だけを拾います。ここに針を入れて、細編みを編みます。次も同じように編んできますが、最初の細編みのところにマーカーをつけておきます。これが2段目の最初の細編みの頭です。次は細編みの頭の向こう側の1本です。細編みの頭の上の1本ずつを拾って細編みを編んできます。2段目からは細編みの頭の上の1本だけを拾って筋編みで編む細編みを編んできます。上の1本だけを拾って下の1本はこちら側に残しておきます。細編みの向こう側の上1本を拾って編む筋編みで細編みを編んで、ここまで編みます。ここまで編みました。次も同じように編みますが、ここは少し目が分かりにくいかもしれませんが、これが1目、そしてここが1目になります。1目ずつ筋編みの細編みを編んでいきます。前段の細編みの上1本だけを拾って、1本だけです。この1本を拾って細編みを編みます。この曲がるところが分かりにくいかもしれませんが、筋編みを編んでいきます。次もここです。このように上の1本を拾って筋編みで細編みを編むことで遮光しにくいポーチができます。ここまで編んできました。次がもう一回細編みを編んで、そしてここがマーカーのついたところです。ここが最後のところです。2段目の最後のところです。そして次は最初に編んだ2段目の細編みに引き抜きます。マーカーをここにもつけておきます。ここにマーカーをつけるのは次の目のところにこのように少し複雑に見えますので、わかりやすいようにマーカーをつけておきます。最後の目からここが引き抜いた目、立ち上がりの鎖編み、引き抜いた目と立ち上がりの鎖編みと鎖編みが2目並んでいますが、
ここは編まずに最初にマーカーをつけた細編みの頭のところに編みます。引き抜いた目、立ち上がりの鎖編み、その次の細編みの頭です。この細編みの頭の2本ではなく、上1本に針を入れて、引き抜き編みをします。2段目の最後の引き抜き編みをします。ここでも糸を少し絞ってください。これで2段目ができました。次は立ち上がりの鎖編み1目を編んで、今引き抜いた1本の糸に細編みを編みます。ここも分かりにくいので、最初の目のところにマーカーをつけておきます。ここから3段目を編んでいきます。最後に編んだ細編み、引き抜いた目、次の目の向こう側の目に1本を拾って細編みを編みます。次も細編みの頭の向こう側に針を入れて細編みを編んでいきます。10段目まで編んできました。10段目の途中でボタンホールを鎖編みで編みますので、10段目の途中のところでボタンホールをつける位置を決めます。半分に折って大体のところで大丈夫ですから、そこに鎖編みでボタンホールの鎖編みを作ります。この位置にボタンホールになる細編みを編みます。もう一目細編みを編みます。上の2本ではなく、上の1本を拾って筋編みの細編みを編みます。もう一目編んだら、次は鎖編みを10目編みます。鎖編み10目を編んだら抜き編みをしますが、その前にボタンと鎖編みの大きさを比べて合っているようでしたら、ここで引き抜き編みをします。根元の細編みの頭と足の1本に針を入れて、糸は後ろに回して引き抜き編みをします。糸を少し絞ってください。これで鎖編みのボタンホールができました。あとはぐるっと筋編みの細編みを編んでいきます。最後の段の筋編みの細編みを編みます。ここまで細編みを編みます。ここが最後のところです。あと2回筋編みの細編みを編んで、最後は引き抜き編みをしないで、今回はとじ針で糸始末をします。ある程度の長さの糸を取って糸を切ります。とじ針に糸を通します。とじ針を入れるのは一番最初に編んだ細編みの頭のところです。この頭の2本に針を入れて糸を向こう側に引き出します。次は糸を出した細編みの頭にこちらから針を入れて、向こう側に針を出して糸を少し絞って
両隣の鎖の目と同じぐらいの大きさまで糸を絞ります。だいたいの大きさが揃いましたらば、ここから後ろ側のところに針を入れます。すぐ根元のところに1回針を入れて、あとは目立たないところを通してください。大きさが揃っているか確認して、あとは後ろ側の目立たないところに針を通していきます。これで糸を切ります。次はボタンをつけます。編み地を整えてからボタンの位置を決めます。位置が決まったらとじ針でボタンをつけます。後ろから針を入れて少し糸を残したままボタンをつけていきます。針を裏側に通してここで糸を結びます。この糸は裏側にとじ針で糸始末をしてください。筋編みで遮光しない細編みポーチの編み方を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。